不動産屋さんの階段へようこそ。今回は東京都内の某大手不動産業者の方がその管理しているアパートの住人の方から聞いた妙なお話です。そのアパートの住人の方を仮に山内さんとしておきます。それは今から15年ほど前、山内さんが東京ではなく当時大阪の N 市のアパートに住んでいた時の体験談です。その山内さんが住んでいたアパートは全国にシリーズ化された有名なアパートで、1棟に10世帯の部屋がある単身用だったそうです。2階建てで上の階に山内さんの部屋があり、大体どの部屋も埋まっていて満室でした。みんな単身者ですから忙しい若い人が多く、特にトラブルを起こす人も騒音問題もなく、至って平穏でした。山内さんがそんな好条件のアパートに住んで数年ぐらい過ぎた時だったそうです。ある夜のことでした。山内さんは持病があり、特別な薬を服用しなくてはならなかったのですが、その薬は少し朦朧とさせる副作用があるので、寝る前に必ず飲んでいました。そしてその夜もいつものように薬を服用し、布団に入りました。そして山内さんはすぐに深い睡眠に入っていったそうです。しばらくして深夜3時ごろでした。突然山内さんの閉じたまぶたに赤い光が当たり、そしてすぐその赤い光は遠のき、また当たっては遠のくという奇妙な繰り返しが起きていました。山内さんはその現象にうっすら目が覚めていきました。このおかしな現象に心の中で、自分は霊感はゼロだから一体何だろう、夢を見ているのかなと思いながら、まだ半分眠りについたままでした。でも一向にこの赤い光の現象が止まらないので、だんだん嫌な予感がしてきたそうです。そして次の瞬間、まさかこれは火事かと思い、山内さんは危ない、すぐ起きなきゃと慌てて目を開け起き上がろうとしました。ところが寝る前に飲んだ薬の影響で体が重く素早く動くことができません。それでもよろよろしながら起き上がり、部屋を確認すると何事も起きてはいませんでした。そしてすぐ部屋の窓を見ると、窓の外が赤く光っていたそうです。それを見て山内さんは、よかった、うちのアパートが火事じゃなくて近所で火事があったんだとほっとしました。安心した山内さんは、一体どの辺が火事なんだろうと外が気になり、ふらふらしながらやじ馬根性で部屋から出てみることにしたそうです。そして重い体を動かし、玄関のところまで行き、ドアを開けた瞬間でした。目の前に一人の男性が立っていました。山内さんは思わずうわっと驚き、その男性もあっという感じで同じように驚いていました。でもよく見ると、その男性は警察官だったそうです。山内さんは火事をわざわざ知らせに来るくらい火の手が近づいているのかなととっさに思ったのですが、警察官の説明は意外なことでした。その若い警察官は山内さんに、下の階の部屋でちょっと事件がありまして、現在捜査中なので部屋からは出ないでくれますかと言ったそうです。予想外の展開に山内さんは驚きましたが、はい、わかりましたと言ってすぐに布団に戻りました。その時先ほどのまぶたに当たった赤い光はパトカーのライトで、だから当たったり遠のいたりの繰り返しに感じたのだと納得したそうです。布団に入ると山内さんは、一体どんな事件が起きたのかなと気になりました。警察官が順番に各部屋に知らせに来ていたような騒ぎは全くなかったので、自分の部屋だけに知らせに来たなら、その事件のあった下の階の部屋とはこの真下だろうか、
などと考えていました。でも山内さんはぐっすり寝ていたからか、アパートの下の階からは何の物音も人の声も聞こえなかったので、どうせ空き巣かなんかだろうとその時は思っていました。結局その夜はそのまま寝て、次の日の朝、山内さんはいつものように会社に行くことにしました。そして支度を済ませて部屋を出てみると、アパートの1階あたりにはまだ数人の警察官が立っているのが見えました。それを見ていよいよ山内さんは、これは空き巣程度の事件じゃないなと分かり、どんな事件が起きたのか気になって仕方がありませんでした。きっとニュースで詳しく流れるだろうと思って気をつけていたのですが、一瞬さらっと似たようなニュースが流れたようでしたが特定できず、山内さんが知る限りこのアパートの事件が報道されることはテレビでもネットニュースでもありませんでした。山内さんはおかしいな、なんで報道されないんだろうと不可解でしたが、ふとそういえばこのアパートの他の住人たちはどうしてたんだろうと思いました。なぜなら事件の日以降もこのアパートの住人は全員いつもと変わらない平穏な日常の生活をしているようだったのです。でもそれが山内さんには逆に気味が悪かったそうです。それから数日過ぎたある日のことでした。たまたま山内さんがゴミ出しに出た時に1階の通路に一人の男性がいました。その人は例の事件のあった部屋の真ん前に立っていたそうです。そこで山内さんはこの人は1階の住人に違いないと思い、声をかけて事件のことを知らないか聞いてみました。するとその人は「ああ、ここの事件ですよね」と言って部屋のドアを指し語り始めたということでした。さてそれはこういう内容でした。事件があった日の深夜3時ごろ、山内さんの部屋のちょうど真下の1階の部屋に誰かが訪ねてきてインターホンを鳴らしたそうです。その真下の部屋に住んでいた男性は時間が時間ですからいたずらかと思ったそうで、すぐに玄関に行かなかったので、その訪問者はその後も何回も何回も執拗にインターホンを鳴らし続けました。部屋の男性はもう何なんだと思い玄関ドアを開けたそうです。するとそこにはガリガリに痩せ細った見たこともない男が立っていました。部屋の男性が一瞬戸惑って何の用ですかと言おうかとした時、その痩せた男がいきなり部屋の男性に刃物で襲いかかったそうです。一瞬の隙を突かれた部屋の男性は傷を負いながらもその痩せた男ともみ合いになりました。そして気丈な男性だったようで、その痩せた男に向かい合っていながら自ら警察に連絡したそうで、警察が駆けつけた時はもみ合った状態で現行犯でその痩せた男は逮捕されたということでした。そしてすぐに救急車で部屋の男性は病院に運ばれましたが、その後病院で死亡したそうです。この事件の加害者と被害者には何の関係もなく面識もなかったということでした。つまりたまたま玄関を開けた1階の男性が犠牲者となったという無差別殺人事件だったのです。犯人にしてみれば偶然目についた部屋のインターホンを押したのかもしれませんが、無防備に起きて玄関を開けてしまった男性が犠牲になってしまったようでした。さて不思議なことはここからでした。その後これだけの事件にもかかわらず、この事件に関する報道はやはり全くありませんでした。でも山内さんは情報がないわけがないと思い、ネットでいろいろ検索したのですが、どこにも何もこの事件のことは載っていませんでした。あんな恐ろしい事件がまるで何もなかったかのように世間から事件ごと消え失せてしまったのです。
今から思えば早い段階で事件現場の立ち入り禁止テープがなくなったのか、他の住人は無関心なのか、まるで事件を知らないかのようだったそうです。そして妙なのは、山内さんはあの日それだけの惨事が真下で起きてパトカーだけでなく救急車まで来ていたのに全く気がつかなかったのです。そしてあの事件後に事件の内容を教えてくれたあの1階の通路で出くわした住人にもその後二度と会うことがありませんでした。あの男性は本当に住人だったのかわからなくなってきました。それから少し経って腑に落ちない山内さんはかの有名な事故物件検索サイトで住所を打ち込んでピンポイントで調べたのですが、そこにも何も掲載されていなかったそうです。山内さんがあの日体験したことは本当にあったことなのか、赤いライトも警察官が訪ねてきたのも通路にいた1階の住人から聞いた話も、すべてが薬の副作用による幻覚や妄想だったのかと思うくらい事件ごとこの世から消え失せてしまったのです。今でもそのアパートは大阪の某所に普通にあり、その部屋は事故物件ではなく普通に誰かに貸し出されているということでした。本当に起きた出来事も誰も知らなければ、もしくは誰も語らなければなかったことにできるということです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。